どうも、ベトナム在住のウイツです。スーパーカブのクランクケースね、今回1個ベアリングを交換して、その後ね、組み立てていきたいと思います。前回これね、平面確認するために、ガラスの上でサンドペーパーを置いてね、擦って、まあ、こっち側に関してはここが出っ張ってたからできなくて、砥石使ってるんですけども、反対側のやつもね、動画チェックするとちゃんと擦れてるのかよくわかんない感じでしたね。まあまあペンで色塗ってね、擦った後ここにサンドペーパーの筋がついたんで OK として、でその後ねあっちもこっちももう一回綺麗に擦り直しました。でその時に、このピストン、シリンダーつける面ですよね、ここもね砥石でちゃんと擦って平らにしてあります。平らにというかゴミを取ったんだね。そんでだ、今日はねベアリングを取り外すんで使うのはこいつですね。ベアリングプーラー、これのこのサイズだね。これで切りゃいいんだ。これで引っこ抜くんですけどね、穴を傷めたくないんで念のためね、なんだっけ、ヒートガンでね温めていきたいと思います。抜くときはなるべく周りだけを温めていきます。ヒートガンですね。抜く方はこんなもんでいいのかな。で、熱いよね。革手袋、スライドハンマーでね抜いちゃいます。ちゃんとした抜く道具もねセットなんだけど、こっちの方が楽なんでね。これで案外硬い。はい、抜けました。これねせっかく熱いまんまなんで次新しいの入れようと思ったんですけど、一つはねここになんか金属のバリみたいなのがあるんですよね。それともう一個が、これは髪の毛じゃないのかい。ハケの毛だ。髪の毛あら違うバリだ。これ金属のバリだ。はいはい。ちょっと一回ね、これパーツクリーナーで洗ってきます。洗うけど、温度冷まさなきゃいけないね。これね、抜いたベアリング、ちょっとパーツクリーナーで掃除してみました。まず一つはね、これ、やっぱり金属のバリですね。で、掃除した後ね、この下見るとなんかキラキラしたり、さっきのね線状の筋がいくつか出てきましたね。今周りは良くなったんですけどね、まあまあやっぱりゴロゴロするような気がするんで交換します。そんでこれ穴は大丈夫なんだろうな。ちなみにこのベアリングね、片側にベアリング番号の刻印があって、6001、ついてた時反対でついてたんですけどね。これは私が入れたのかな。私は最初に整備を教わった人にね、この番号は分解した時分かりやすいように上見える方に向けるようにって言われてたんで、元からついてたんだろうな。まあどっちでもいいんですけどね。まあまあこれをね、新しいのに変えていくんだが、一回冷めちゃったしね、もう一回熱していきます。いつもこれ3分温めるんですけどね、
こいつちょっと深いのと奥まってるしね。で、あと、周りをしっかりね、温めたいんで、今回はちょっと4分間温めてみます。さあ、入るかい？冷凍庫からね、ベアリング取ってきました。こいつを、ちゃんと裏表は守ろうね。どっちよ？こっち。熱っ！ちょっと入らん。こいつはケースが熱いのよ。ここで叩くのは良くないから、下に置いて、叩き入れのもね、ちゃんと準備してました。ケースが熱い。入りました。これね、もう温度冷めました。今回失敗しましたね。何かっていうとね、実はベアリング入れるときに、ここに触れちゃって、熱くってね、ベアリング傾いちゃったんですよ。まあまあでも、とりあえずね、叩いて入ったんで OK でしょう。これは、コイルを、入れて、先日も言ったけどね、こいつは向きがあるんで、この出っ張りが大きい方を内側ですね。締める方は持つだけでいいのかな。回転すると締まる方向に回りますんでね。ちょっと指さしておこう。ね、周りいいですね。さあ次はミッションの取り付け。これね、ゴム外してばらけないようにしないとね。ワッシャーが、このワッシャー先置いとくか。いけてるね。それでここがなんでこいつがダメだったのか見れるかな。これがね、なんで前ちゃんと止まらなかったのか。いや、いけそうだよな。何だったんだろうな。ちゃんと組まなきゃわからんけどね。まあいいや、多分大丈夫なんでしょう。それで、ここはオイルをたっぷり。これもね、掃除してちょっとあんまりこんなところで見るあれじゃないけど、ここの隙間がね 0.6 以下がアウトらしいんですけど、今 0.2 が入って
0.3 だとね、もうきつい感じなんで、とりあえず、なんだ、ここのガタはあるんだけども、許容範囲内です。で、ジェネレーター側はこっちですね。もう一回オイル塗っとこうかな。ここもオイル塗っとこう。中もね。これで、OK ですよ。変なガタもないよね。この、こいつ忘れてた。これをね、キックのシャフトを入れないとダメです。ここもオイル塗っとくか。これで忘れ物はないと思うんだが、これでね、忘れ物ないはずなんで、ノックピンをはめてって、ノックピンだ。前回ね、このスリットが入ってるやつでちょっと外すの苦しんだんで、今回ちゃんとね、スリットなしを2つ準備してます。これでこいつは OK で、ガスケット、今回面は綺麗にしてるんで、ちょっと私がいつもやるね、これですね、グリース塗ってから取り付けちゃおうかな。合わせ面がしっかりしてればね、オイル漏れすることはないはずなんです。知らんけど。これかぶせちゃっていいよね。忘れ物はないよね。OK。それで、こいつを忘れんように、ここか。ここやね、ともじ、そうだよね。で、これだ。1がここ。1、2、3。締めるときは中心に近いとこから。最後確認でね。3、4、5、6、7と。で、ここも締めておこう。ちょっと待ってよ。こいつはちょっと普通の株と違うけどね、ギアインジケーター付きなんで、じゃあこっち向け。今日はあとちょっとここの確認だけしてね、終わりにしたいと思います。ここはこいつを先に入れとくのかな。さあさあ、今度はちゃんと止まるかい。さっき大丈夫っぽかったけどね。さあ、うまく閉まって、これじゃない。うまく閉まってください。OK じゃん。前は本当何だったんだろう、この止まらなかったやつ。謎だ。これも取り付けしとこうかな。さあ、念のため再度確認。じゃあね、確認していきましょう。今変なところでスタックしてる感じだけど、ここで止まって、これは何速なんだろうな。
からず回りが悪いな。オイルが足りんの？何かが硬い。ちょっとこっちからオイル入れとこうか。上からね。あら、なんか今回回転悪いな。一回掃除してオイルが足りんのかな。ニュートラルはどこ？これがニュートラルか。一回ちょっとぐるぐる回そう。ニュートラルで回しても意味ないんだっけ？まあこいつが柔らかいからね。今がニュートラルで1足2足3足、なんか入り悪いけどいけるでしょう。まあまあなんかちょっとね確認が中途半端だけど、とりあえずなんせこれが軽くなったしね、ここが柔らかいからね OK に。あ、さっきより柔らかくなったか。オイルの潤滑だな。 OK ですね。いやいや、ちょっと今日はこれで終わりにしよう。なんでね、今日はここまでです。それではまた。